DIY 教室はめ込み式フロアタイルクリックエウカの施工方法中級 DIY 編。クリックエウカはボンドを使わないはめ込み式の床材です。今回使うのはコンクリート大理石シリーズ。こちらの道具を使って施工します。この平らな床面へ壁の凹凸にも合わせて施工します。敷く下地はきれいに掃除しておきましょう。列ごとに半分ずらすレンガ張りで施工します。中心から均等に割り付けることで全体のバランスが取れて見栄えが良くなります。まず貼る面の中心を割り出すために縦横とも複数箇所を採寸して真ん中に印をつけます。端から端の長さを測って均等になる位置に印をつけます。つけた印を結んで中心線を引きましょう。施工するときは床材の長手方向を横にしてサネが大きくはみ出た方を必ず右側と手前側に向けます。左奥の角から敷き始めて右に向かって1列が終わったら次の列へ進み左から右へと繰り返します。1列目と2列目の継ぎ目を中心線から測って敷く目安となる基準線を引いておきます。1列目は左右と奥の端をカットします。まずは左右の端をカットして合わせるために1列目を基準線に合わせて2列目に仮置きします。列の張り始めを割り付け通りに測ってカットしましょう。サネの向きに注意して1枚目の左端にカットラインを引きます。引いた線に沿ってカッターで表面に切り込みを入れます。1回目は軽い力でまっすぐ溝を作るように、2回目以降は溝に沿って強めに刃を入れます。3、4回ほど切り込んだら表側が山になるように折り裏面のパッドを切り離します。ヤスリで削ることで切り口を整えたり長さを微調整することができます。基準線に合わせて2列目の位置に仮置きします。カットした方を壁際に突きつけ表面の際と基準線をぴったり揃えます。続けて継ぎ目を揃えておいていきます。継ぎ目に段差ができないようにきっちり揃えましょう。ゴムハンマーで叩いてサネをはめ込みます。短手側のサネをはめ込む場合は全体をなるべく傾けないように上からまっすぐ下ろすようにはめ込みます。残り1枚になるまで敷いていきましょう。列の最後は壁際までの残り幅を測ってカットした1枚をはめ込みます。2列目の位置に1列目を仮置きすることができました。この仮置きは1列目の左右をカットして床材1枚分ずらした状態なので壁際から1枚分ずらしたところが1列目の実際の壁際になります。この1枚分の幅を測るための幅定規を作ります。床材1枚の長手方向を約20センチにカットして表面からはみ出ている長手側のサネをカットします。カッターの刃を表面に沿わせて数回切り込みます。大きく出ているサネは折ってから裏面のパッドごと切り離しましょう。反対側の小さく出ている方のサネは数回切り込むだけで切り離すことができます。
短手方向1枚分の幅定規ができました。作った幅定規の表面を下に向けて奥の壁際に沿わせながら仮置きした1列目にカットラインを引きます。逆の順序で右側から取り外していきます。この時右側を持ち上げて外そうとすると表面がサネから折れて使えなくなってしまいます。正しく取り外すには継ぎ目の右側の下に手を入れて左側を下へ押し込むように外します。一列すべてを取り外したら同じ順で戻せるように印をつけておきましょう。先ほど引いた壁際の線に沿ってカットします。壁際に合わせてカットしたことで1列目を割り付け通りに敷くことができます。左端から本来の位置に敷いていきましょう。この時奥の壁際に合わせるというより基準線に表面の端を合わせるように置きましょう。続けてサネをきっちり揃えてはめ込みゴムハンマーで叩いてつなげます。継ぎ目がずれていないか確かめながら敷いていきましょう。右端まで敷いたら1列目の完了です。2列目以降は左端を割り付け通りにカットしてから前列の長手方向のサネに斜めに差し込んで左にスライドさせて壁際に突きつけたら手前側を落としてはめ込みます。2枚目以降も前列のサネに差し込んで左にスライドさせ隣のサネとぴったり位置を合わせたらハンマーで叩いてはめ込みます。あとは同じように貼り進めていきましょう。残り1列になるまで貼っていきます。最後の列を前列とぴったり重ねるように左右の端をカットして前列の上に仮置きしたら1列目と同じように幅定規で壁際に沿ってカットします。今回は左から1枚ずつカットしてはめ込みました。まず最後の列の左端をカットした1枚目を前列の端にぴったり合わせておき幅定規を使って壁際となる線を引きます。線に沿って壁際をカットしたら最後の列にはめ込みます。長手方向に凹凸がある場合幅定規を使って壁の凹凸に合わせることができます。短手方向に凹凸がある場合もこれを応用して幅定規でカットすることが可能です。L 字型やこの字型にカットする場合は一辺を残してノコギリで切った後残りの一辺をカッターで切り込んでから折ります。最後の列の2枚目以降も同じように壁際をカットしてはめ込んでいきましょう。床全面に敷いたら施工完了です。